どうもこんにちは。今回から自作 PC、オーバークロックなどに挑戦していこうと思います。前々からパソコンでやってみたいことがあったので、今回の動画では、やってみたいことのために準備した実験用のパソコンの紹介と、オーバークロックした後の動作など挙動確認をしていきます。やってみたいことについては次回の動画で紹介しますが、今までに2つ PC ケースを一から自作してきて、意外とパソコンでも DIY できそうだし、他の投稿者さんの動画を見ていたら気になることがあったので、挑戦というスタンスで始めてみようと思います。ただ自作 PC の組み立てや PC ケースの DIY については多少理解できたつもりですが、PC パーツに対する理解や動作、オーバークロックなどはさっぱりわからなかったので、いきなりメインの PC で試さずに実験用の PC を使って色々と試していこうと思います。というわけでやってみたいことの下調べとして、CPU のオーバークロックについて勉強がてら挑戦してみたので、私が理解して実際にやってみたオーバークロックについて紹介していこうと思います。今回の紹介ではオーバークロックなどに対する私の理解や実際どう行ったかを話しますが、私はオーバークロック初心者なので初歩的な内容だと思います。その点はご容赦ください。ではやっていきましょう。まずオーバークロック以降は OC と呼称しますが、OC とは何かについてです。OC とは CPU や RAM メモリ、GPU など計算処理する PC パーツの動きを通常仕様よりも速くさせ、計算処理能力を高くさせることを言います。OC を行う理由は人それぞれで、動画や画像の編集、レンダリングといった映像処理や、機械学習やシミュレーションといった計算処理など高負荷な PC 作業で、動作が重すぎて作業がはかどらない、処理に時間がかかりすぎてしまう、などの問題を解決するためであったり、ハイスペックを求める人が探究的に PC にセッティングするといったことがあるようです。計算処理の能力を示すスペックとしてクロックがあるのですが、これは1秒間あたりに何回計算できるかを示したものです。単位はヘルツです。このクロックを通常より大きくする、オーバーさせるってことでオーバークロックなわけですね。ただメーカーが定めた通常仕様よりもクロックを高める OC には弊害もあり、OC をすると動作が不安定になったり、最悪は故障する原因になったりもします。というのも普段よりも多く計算処理をさせるので、より多くのエネルギーが必要となり、エネルギーを消費する際に生じる熱も多くなってしまうからです。つまり投入するエネルギールート発熱が問題になってきます。CPU を運動する人に置き換えて例えると、OC は運動量を増やすことにあたり、その分十分な体力が必要で、体力の元手となる食料も増やさなければなりません。そして運動中は汗をかきながら体力を消費していきます。ここで言う OC の弊害は、食料が1回必要なのに不足するとガス欠で動けなくなってしまう。汗をかくほど暑いのにうまく熱を逃がせず、熱中症になって動けなくなる、といった感じです。というわけで CPU の OC でも、OC した後の動作に必要なエネルギーを供給できているか、正常に動くように発熱をうまく処理できているのか、が重要になってきます。では実際にどう OC を行うかを見ていきます。今回紹介する OC の方法はインテルの CPU で行っています。まあその他、GPU などの OC については紹介するほど調べていないし、実験用の PC でいった OC を元に紹介するからです。まず OC に必要な PC パーツについてです。パソコンを構成する主な PC パーツは CPU、マザーボード、メモリ、ストレージ、電源、クーラーです。OC をする際に根本的に重要なのが CPU、マザーボードです。CPU はインテルだと Core i7 とか i5 といった商品名の PC パーツです。OC をする上で CPU に必要なのは i9、9900K や i9-10980XE など OC 可能なものを選ぶことです。インテルの CPU だと商品名に K や XE、エクストリームエディションがついています。OC の弊害について先ほど述べましたが、不具合、故障するリスクがあるので、OC する必要のない人がすれば余計な機能ですから、OC できない CPU とは別にラインナップされています。OC できない CPU の方が比較的安価ですし、反対に OC できる CPU も高い機能性を売りにできるので区別しているんですね。マザーボードについても OC 対応のものが必要です。例としては Z390 や X299 などで、使用する CPU に対応している OC 可能なモデルです。マザーボードの場合は ASUS や ASRock など様々なメーカーが複数のバリエーションを揃えています。マザーボードが CPU に電気を供給するので、先ほどの説明で言うと投入するエネルギールーに関わります。マザーボードによって扱える電気の大きさ、エネルギー量が違うので、
使用者の用途に合わせて多くのバリエーションがあるみたいですね。CPU とマザーボードにおける最低条件はこんなところですが、実際は他の PC パーツも影響します。発熱が多くなるのだから、うまく排熱できるように CPU クーラーなど冷却機も大切ですし、CPU に電気を供給するマザーボード、そしてマザーボード自体に電気を供給する電源も大切です。しかしながら OC を始めるだけなら CPU とマザーボードの条件が揃えばできるんですね。PC パーツに関してはどれを買うか選べばいいので、意外にハードルが低いように思います。ちなみに今回 OC した実験用 PC の PC パーツの構成はこんな感じです。もう数世代前の構成になりますね。実験用として用意したので中古品の寄せ集めです。今度紹介するやってみたいことの内容的に物理的に壊れるかもしれないのでこうなりました。CPU はインテルの Core i7-6700K です。メジャーなので情報や比較対象も多いかと思い選びました。マザーボードは ASRock の Z170 Extreme 6です。高耐久モデルみたいなのでこれにしました。ところで高耐久マザーボードならゲーミングモデルとも聞きますがやはり性能が違うんですかね。今後の動作を見てマザーボードとしての能力が見ていければと思います。メモリはコルセア、Vengeance、LPX シリーズ、DDR4、2666MHz、4GB を2本、計 8GB です。個人的な疑問なんですが、メモリって CPU の OC にどう関与してくるんですかね。以前見た動画で CPU を OC するとメモリのクロック数が変わったんですが結構重要な気が。まあこのあたりも動作を今後観察していこうと思います。電源はオイルテックのオーラム92プラス TP550M です。裏ボは搭載しませんが余裕を持たせました。ストレージは SATA 接続 M.2 SSD128GB です。地味にやりたいことに関わる PC パーツでした。詳しい理由は次回以降に話しますが、やっぱり組み立てが楽なのがいいですね。CPU クーラーはサイズの無限5、リビジョン B です。これは私が以前使ったものの余りです。OC するならもっと大型な空冷クーラーだったり、水冷クーラーを選ぶべきなんでしょうけど、ひとまず OC はできるのでこれを使うことにしました。以上、こんな PC パーツを使って OC をやってみました。次は OC の設定方法についてです。内容は私が行った OC の手順をもとに紹介します。まあ私が行った OC は YouTube の動画やブログで見た OC 初心者向け内容を参考にしています。その上 OC 初心者の私がやったことなので、ごく単純な内容です。で、私が設定したのは、CPU クロック倍率と類コアの調整です。CPU クロック倍率はクロック数、つまり計算処理能力に関わり、類コアとは CPU への供給電圧なので、CPU に供給するエネルギー量に関わります。つまり OC の設定では基本的に計算処理能力と投入するエネルギー量を調整していき、同時に使うエネルギー量が変わるので発熱量も変わっていくことになります。調整は BIOS で行えます。パソコン起動時にデリートや F2 のキーを押すと設定画面に入ります。そういえばこの設定画面って BIOS じゃなくて UEFI ですけど、一般的にも UEFI って呼ぶんですか？なんだかんだ BIOS と呼んでる気がするんですが。まあ個人的な疑問なんでそのあたりは置いといて、この動画では BIOS と呼称します。BIOS に入ったら OC と書かれた設定を見ていきます。マザーボードメーカーによって細かい名称は違うので一概に言えませんが、今回私が使用したマザーボードは ASRock なので、OC トゥイーカーという項目を見ていきます。この中で調整するのは CPU、コンフィグレーションとボルテージ、コンフィグレーションの中の設定です。CPU、コンフィグレーションでは CPU レシオという設定を変更します。CPU レシオはクロック倍率のことで計算処理能力を示すクロック数に関係します。他にクロック数に関係する設定としてベースクロックと呼ばれる BCLK フリクエンシーがあり、具体的には CPU レシオと BCLK フリクエンシーの積がクロック数に直結します。今回は簡易的な調整を行うので CPU の設定で調整するのは CPU レシオのみです。CPU レシオの設定を見ると初期設定のオートの他にオールコアとターコアがあります。オートは自動設定、オールコアとターコアだと任意の値を設定できます。ターコアの方がオールコアよりも詳細に設定できるといった違いがありますが、こちらも今回は簡易的に設定するということでオールコアを適用していきます。オールコアを選ぶと任意の数値を入力できる欄が出てきます。不適切な数値を入れても動作が不安定になりかねないので、基本的には通常仕様のクロック数と BCLK フリクエンシーを考慮しながら設定します。それぞれ通常仕様の数値はスペック表など見れば把握できますが、
初めて OC を行う場合は BIOS 上でも確認できます。アスロックのマザーボードだとターゲット CPU と BCLK スピードとして表示されています。この場合だと現在のクロック数は 4000MHz、ベースクロックは 100MHz で、先ほどの CPU レシオと BCLK フリクエンシーの積がクロック数ということに当てはめると、現在の CPU レシオは40となっています。まあ動画上の設定はすでに OC を試したりした後なので初期設定ではないかもしれませんが、通常仕様の CPU レシオを40として OC ではこの数値を基準に考え、計算処理能力を上げるためにクロック数を上げるので CPU レシオの数値も41、42と大きくします。安直な話だとこの設定値を大きくすれば大きくするだけ計算処理能力は上がりますが、一方で動作が不安定になったり故障のリスクを高まるので、基本的には通常仕様の数値から1ずつ上げていくのが無難です。計算処理能力を上げると動作が不安定になると言いましたが、このような不具合を回避するために同時に CPU に供給する電圧類コアを調整します。計算処理能力に必要なエネルギーと供給するエネルギーのバランスを取る感じです。類コアはボルテージ、コンフィグレーションという項目の中にあり、初期設定ではオートですがこちらをフィックスとモードに変更し数値を設定していきます。はじめは 1.250V を目安に設定します。類コアを大きくすると CPU に供給するエネルギーを増やせるので、動作に必要となるエネルギー量が増えてもバランスが維持され安定して動作してくれます。一方で OC の弊害として発熱の問題があるように供給するエネルギー量が増えると、発熱量も増えるので熱による故障のリスクが出てきます。類コアの設定値の上限は、使用する CPU や CPU クーラーによって変わってきますが、1.350V くらいまでと考えた方がいいみたいです。まあ CPU 自体には熱に対する安全対策が取られているので即故障とはなりませんが、発熱の他に消費電力、電気代も増えるので上げすぎない方が良さそうです。結局のところ CPU レシオと類コアのバランスを見ながら調整していきます。あと参考にした動画の受け売りですが、高負荷時の類コアの変動を防ぐ機能として、CPU ロードラインキャリブレーションという設定をレベル1に変更します。BIOS の設定は以上なので変更を保存して、実際に動作するか見ていきます。計算処理能力が上がっているか、動作は安定しているかを見ていくには、ベンチマークやストレステストができるソフトを使って確認します。一応普段の使用状況を再現すれば OC の結果も見えていきますが、ベンチマークソフトなどを使えば簡単に高い計算処理能力を求める使用状況を再現できます。高い計算処理能力を求める高負荷な状況で安定して動作してくれれば、普段の使用状況で、そう動作が不安定になりません。そしてベンチマークソフトだと計算処理能力をスコアとして出してくれるので分かりやすいです。またベンチマークの他にストレステストを行うものもあり、結果はスコアとして出ませんが、ベンチマークより長時間テストできるので、より動作の安定性を判定することができます。具体的なソフト名称や他に発熱度合いを見る CPU 温度を測定するソフトもありますが、このあたりは私が実際に使用したソフトを元に後ほどお話しします。ではここからは私が実際にどう OC を設定、調整をしていったかを紹介していきます。基本的には先ほど紹介した BIOS の設定を変更していったわけですが、実のところ BIOS 以外にも、パソコンを通常通り起動した後に特定のソフトからも調整できます。ただ私の場合はうまく使えていなかったようなので、どうやったかのみ触れます。特定のソフトとは OC ユーティリティソフトのことで、アスロックだと A チューニングです。マザーボードを購入するとインストール CD が同梱されています。このソフト上でも CPU レシオや BCLK フリクエンシー、類コアを変更することができるので、毎回再起動して BIOS から設定を変更せずに済みます。ですがうまく動かなかったので試行錯誤しました。BIOS 設定は CPU レシオと BCLK フリクエンシーがオートで、類コアはフィックスと、モードで 1.250V。この設定で A チューニングを使うと類コアは設定できるのですが CPU レシオは変更できなかったので、同時にインテルの OC ユーティリティソフトも使ってみました。名前は長いのでインテルソフトと呼称しますが、なぜかインテルソフトで設定した CPU レシオは正常に反映されました。ついでにインテルソフトでは CPU 温度やクロック数、CPU の消費電力など、様々な数値をモニタリングできます。結構多機能です。ただこちらもうまく使えず、類コアの設定は反映されませんでした。最終的には一度インテルソフトで CPU レシオを変更したら A チューニングでも変更できたので、手間が増えましたが私なりに OC 設定のやり方が固まりました。もしかしたら OS を UEFI モードでインストールしていなかったのが原因なんですかね。
まあなんだかんだ設定できているので OK です。設定が正常に反映されたかは CPU-Z というソフトを使い確認しました。CPU レシオや BCLK フリクエンシーはインテルソフトでも確認できますが、類コアについては BIOS の設定と同じだった CPU-Z の数値を参考にしました。ちなみに CPU-Z では CPU の動作や製品情報の他に、マザーボードやメモリ、裏ボの情報も確認でき、ベンチマークとストレステストの機能も備えています。まあベンチマークやストレステストの機能は別のソフトをメインに使おうと思いますが、今回は CPU-Z のストレステスト機能を使いつつ CPU レシオや類コアを変更していきました。本来はクロック数の変更したら、起動、通常動作、ベンチマーク、ストレステストの順で、安定して動作するか、フリーズ、強制シャットダウンしないかを見ていきます。ただ発熱の影響で CPU 温度が高負荷時に高くなりすぎていないかを手早く見ようと思い、CPU-Z のストレステストで CPU 温度を確認しつつ CPU レシオや類コアを変更しています。だいたい CPU のパッケージ温度が75度 C 程度になるところを目安にしました。75度 C は CPU の温度的にはまだ余裕が残っている温度ですが、CPU-Z のストレステストが、他のベンチマークソフトと比べると負荷が小さいようなので低めの温度にしました。次にベンチマークソフトシネベンチを使いました。バージョンは R20 です。こちらでは動作が不安定にならないか、CPU 温度が85度 C 程度かを確認し、ベンチマークが終了できなければ、CPU レシオを下げるか類コアを上げる。温度が高すぎれば、CPU レシオか類コアを下げるといった感じで調整しています。シネベンチで問題がなければ次に OCCT というストレステストを行いました。シネベンチなどのベンチマークは数分で終わりますが OCCT では数時間単位テストでき、長時間高負荷がかかっても安定するかを確認できます。また OCCT ではストレステスト中エラーが出ていないかを検出してくれます。まだ使用回数が少ないためかエラーが出たことはありませんが頼もしい機能ですね。OCCT のストレステストでは CPU 温度よりもストレステストを問題なく終えられるかを見ています。ストレステスト中に動作が不安定になった場合は類コアを上げて、ストレステストをクリアできるように調整しています。最終的な微調整をして OCCT のストレステストを1時間実行できたら OC 完了としました。そういえば話忘れていましたが CPU ファンやケースファンの設定は常時最大回転です。では私が言った OC 設定の結果についてここから紹介していきます。まず通常仕様の結果です。BIOS の設定は CPU レシオと類コアをオート、A チューニングではスタンダード、モードを使っています。ソフトの数値を見るとクロック数は 4200MHz になっていますね。ソフトをいろいろ使っているうちにどれが通常仕様なのかわからなくなりましたが、まあ OC の設定方法が理解できたので最低限良いんですけど、シネベンチのスコアは2202ポイント、CPU パッケージの最高温度86度 C で、CPU パッケージ消費電力は最大 92W、パソコン全体の消費電力だと最大 130W でした。試験ですけど CPU 温度高くないですか？クロック数の通常仕様は 4000MHz なんですかね。6700K という CPU は最近の CPU と比べると熱設計的に弱いところもあるようですが高い気が。ついでに一応見ておいた CPU、コアごとの温度もばらつきが激しいです。中古品なのですでに不具合があるのかな。まあ動くので OK ですが。次に OC した結果です。まずはクロック数を 0.1GHz 上げて 4.3GHz、類コアを 1.250V にしてみました。この時点で CPU-Z のストレステストを言ってみると CPU パッケージ温度は68度 C。温度的には余裕がありそうだったので、もう 0.1GHz 上げて 4.4GHz、1.250V にしてみました。CPU-Z のストレステストでは71度 C。とりあえずこの辺りでシネベンチをやってみます。シネベンチの結果はスコアが2298ポイント、CPU パッケージの最高温度は81度 C。CPU パッケージ消費電力は最大 90W、パソコン全体の消費電力だと最大 123W でした。0.1GHz 上げて V コアを 1.250V 固定にしたことでスコア的には96ポイントアップしながらも、温度と消費電力は低下しました。V コアがオートだと高めの電圧で動作するんでしょうか。OC で消費電力を見直せるのも面白いですね。ただシネベンチ実行時に温度が85度 C を目安に動かしたいのでもう少し設定を考えてみます。次は 4.5GHz、類コアは 0.025V 上げて 1.275V でやってみます。
CPU、Z のストレステストでは76度 C、温度的にはそろそろ厳しくなってきましたね。そしてシネベンチを実行してみると、エラーが出て測定できませんでした。電圧が足りないんでしょうか。温度的にも厳しいですが電圧を上げてみます。4.5GHz のまま、ルイコアを 0.025V 上げて 1.300V にしてみると、CPU、Z のストレステストで突発的ですが83度 C となりました。ちょっと温度高めですかね。電圧の上げ幅をもう少し小さくしましょう。ルイコアを 1.290V にしてみると CPU、Z のストレステストで78度 C で安定しています。では 4.5GHz、1.290V でシネベンチを実行してみたら次はシャットダウンしました。4.5GHz は電圧的にも温度的にもちょうどいいところがなさそうなので、ルイコアは 1.275V でクロック数を 4.4GHz に戻し、もう一度シネベンチを実行してみます。結果はスコアが2300ポイント、CPU パッケージの最高温度は86度 C。CPU パッケージ消費電力は最大 94W、パソコン全体の消費電力だと最大 129W でした。スコアは2ポイント上がりましたがクロック数を上げていないので大きな変化はありません。一方で温度や消費電力は増えています。電圧を上げた分もろに影響したみたいですね。動作や温度的に余裕がなくなってきたようなので、次に OCCP のストレステストに移ります。1時間実行する設定でテスト開始です。温度と消費電力はシネベンチほど上がりませんね。負荷的にはシネベンチが一番重いのかなと思いながら見ていたら、テスト開始数分後にシャットダウンしてしまいました。動作が安定しないなぁと思い、温度的には厳しいですがルイコアを 1.300V にしてみました。シネベンチは後にして先に OCCP のテストから行っています。こちらでは開始3分でシャットダウンすることなく継続できていました。開始後20分近く経った時点で温度履歴を見てみると、CPU のパッケージ最大温度が94度 C になっていました。高いですね。グラフ上だと時折温度が飛び抜けており、高負荷がかかるタイミングがあるみたいです。1.275V ではこの負荷に耐えられずシャットダウンしてしまったのか。ソフトごとに挙動が結構違ってくるもんなんですね。面白いです。その後もテスト中ほとんどの時間、CPU のパッケージ温度は75度 C 付近でしたが、時折90度 C 超えといった状態になりながらも、1時間の OCCP テストを完了しました。動作の安定性は確保できているようなので最後にシネベンチも実行してみます。結果はスコアが2316ポイント、CPU パッケージの最高温度は89度 C。CPU パッケージ消費電力は最大 97W、パソコン全体の消費電力だと最大 135W でした。スコアは16ポイントアップと微増していますが、温度はやばそうですね。消費電力も上がっています。温度的に余裕を持たせるならクロック数と電圧をもう少し落とした方が良さそうですが、ひとまず今回の OC はこれで終わりにしました。初回の設定と比べるとシネベンチのスコアは116ポイントアップ、温度は3度 C 上昇と、全体的にはピーキー寄りなセッティングになったようです。ちょうどいいセッティングを探すのは手間でしたが、設定方法自体は簡単で効果や影響も即座に出てくれるので面白いですね。以上、今回私が理解して実際にやってみた OC でした。ひとまず OC を行うことができましたので次回からはこのパソコンを使って、やってみたいことを実際に行いつつ OC で効果を見ていこうと思います。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。